こんにちは、こだまです。このチャンネルでは僕の理想のショーケース作りを進めていきます。初めての動画なので、まずは僕のショーケースの今の状況を見てください。後ろにあるのがそのショーケースです。僕はプラモデルを製作してショーケースに飾っています。中央に幅の広いタイプ、その左右にスリムなタイプを置いています。どれも富士貿易のもので、左右のケースは背面がミラーになっています。僕は SD ガンダムが好きなので SD ガンダムが多く飾られています。真ん中一番上にはリアルグレードやハイグレードなど144分の1のガンプラを飾っています。ここは宇宙世紀の SD ガンダム。ここは武者やナイトなどの SD ガンダム。ここは三国伝や三国総決伝、ヒーローズなどを飾る予定ですが、今はこれだけしかありません。それからシード系の SD ガンダム、アナザー系の SD ガンダム、ビルド系の SD ガンダム、ウィング系の SD ガンダムとショックガンダム。ここはプライズフィギュアを飾っています。それから少しですがガンダム以外のプラモデルも飾っています。飾りたいものはたくさんあって、こんな感じで組み立てていないキットがいろいろと積まれています。それでは今回飾るのはこちら、 BB 戦士43ナイトガンダムと BB 戦士72バーサルナイトガンダムです。ナイトガンダムは僕の一番好きなガンダムです。僕は子供の頃、普通のガンダムよりも SD ガンダムの方が触れる機会が多かったんですよね。 BB 戦士とか元祖 SD とかカードダスとか、ゲームボーイやスーパーファミコンのナイトガンダムのゲームでも遊んでいました。このキットは1989年と1991年発売ですが、今でもガンダムベースで再販されたりしているみたいです。ナイトガンダムのストーリーは、当時人気だったドラゴンクエストのようなロールプレイングゲームの要素を取り入れたもので、ナイトガンダムは勇者として世界を救うため、魔王サタンガンダムを倒す冒険に出るという物語になっています。ナイトガンダムは冒険の途中、3種の神器を手に入れ、フルアーマーナイトガンダムとなり、サタンガンダムを倒します。その後、スダドアカワールドのナイトの最高位の称号、バーサルナイトの称号を授与され、バーサルナイトガンダムとなります。組み立てたものがこちらです。これは BB 戦士43のナイトガンダムに付属するものです。それにこのバーサルナイトガンダムの装備を追加したものが BB 戦士72バーサルナイトガンダムになります。こちらは全部入りということになります。まずは鎧を外した状態のナイトガンダム、ライトタイプです。頭部、腕、足が軸で回転します。これにナイトガンダムの鎧を装備させるとこうなります。ゴーグルは上下に稼働させることができます。装備はナイトシールドに収納してあるナイトソード、それから鋼の斧と電磁スピアがあります。電磁スピアはスプリングで発射することができますが、今手に入るものはスプリングが柔らかくなっていてほとんど飛びません。発売当時のものはすごい勢いで発射することができます。後ろの足を下ろすとケンタウロス形態になります。ここの尻尾の部分に電磁スピアを収納しておくこともできます。そして
3種の神器を装備することでフルアーマーナイトガンダムとなります。霞の鎧、力の盾、炎の剣です。こちらもバイザーを上下に稼働させることができます。そしてバーサルナイトガンダムです。装備はこちらの電磁ランスとバーサルソードです。電磁ランスは先端の爪を開くことでトライデントモードになります。バーサルソードの鞘は背中に取り付けることができますが、ナイトフライヤーとの選択になります。ナイトフライヤーは本体部が稼働するほか、翼が上下に動きます。そしてこちらのバイザーも上下に稼働します。それから台座が付属していて、装備していない鎧を飾っておくことができます。付属のシールはこんな感じ。説明書を使ってマントを装備させることもできます。このナイトガンダム、このままでも可愛らしくてかっこいいんですが、箱の完成見本を見るとだいぶ違うんですよね。色分けの足りないところも結構あります。ここから工作をしたり塗装をしたりして見本に近づくように制作を進めていきます。うちにはナイトガンダムがもう一人いるので、こんな風に3形態揃えて飾ります。制作を始めます。まず合わせ目消しをします。パーツとパーツを合わせた時にこんな風に本来はないはずの線ができてしまうので、接着して消していきます。プラスチックを溶かすセメント系の接着剤を使ってパーツを接着します。使っているのはタミヤセメントです。接着面に接着剤を塗ります。セメント系の接着剤はプラスチックを溶かすので、接着剤がはみ出したりして余計なところに付着しないように気をつけます。接着する面それぞれに塗って接着。乾燥した後でヤスリをかけて接着跡をきれいにします。次にカードダスみたいなポーズで飾りたいので、腕に軸可動を追加し回転できるようにします。稼働させたいところでカットします。カットに使用しているのはタミヤのカッターノコ2です。こんな風に2つのパーツに分割ができました。パーツの型の方にポリキャップを仕込みます。使うのはウェイブのポリキャップ。内径が 2mm のものです。このままではポリキャップがはまらないので、型パーツ内部をくり抜いてポリキャップがはまる分のスペースを作ります。くり抜いたパーツにポリキャップがきれいに収まりました。この後プラバンで蓋をします。腕側のパーツに 2mm のランナーを使って軸を作ります。このまま軸を作ると強度に不安があります。ランナーでパーツの内側を埋め、ピンバイスで穴を開けて軸を差し込めるようにします。プラバンで蓋をして形を整えます。ピンバイスで開けた穴にランナーを差し込んで軸ができました。これで腕に可動ができて、より表情のついたポージングが取れるようになりました。
いいですね。かっこいいです。次に肉抜き梅です。ケンタウルス形態の後ろ足の内側に大きな肉抜きがあります。見えにくいところですが気になるので埋めてしまいます。結構大きな肉抜きなので先に細かくしたランナーを埋めておきます。こんな感じになりました。残りはエポキシパテで埋めます。エポキシパテは主材と硬化剤を混ぜて時間が経つと固まるパテです。よく混ぜます。硬化前は粘土みたいですね。しっかり混ざったら肉抜き穴を埋めていきます。後でヤスリをかけるので少し多めに持っておきます。それからカチカチに固まるので硬化前に大体の形を成形しておきます。硬化したらヤスリをかけて表面を整えます。まずは金属ヤスリで大雑把に削ります。その後紙ヤスリで表面をきれいにします。表側には細かい造形があるのですが目立たない箇所なのでこれで OK にします。合わせ目消しをしたところとゲート跡にヤスリをかけて整えます。プロクソンのペンサンダーを使用しています。先端には400番の紙ヤスをつけています。ガシガシ削れるので削りすぎないように気をつけます。600番の紙ヤスで仕上げです。すべてのパーツのヤスリがけが終わりました。パーツに削った粉が付着しているので超音波洗浄機で洗浄します。超音波洗浄機を使うと楽にきれいにパーツの洗浄をすることができて便利です。乾燥を待って塗装に入ります。霞の鎧はきれいな青のメッキパーツが使われていますがシルバーで塗り分けが必要です。ただここはちょっとした工夫で簡単に塗り分けができます。このパーツはシルバーメッキの上にクリアブルーの塗料を塗って青いメッキパーツが表現されています。そこでクリアブルーの塗料をラッカー塗装用の薄め液で落としてあげることで下地のシルバーメッキに戻すことができます。必要なところ以外のクリアブルーを落としてしまわないように焦らず丁寧に作業します。綺麗なシルバーメッキと塗り分けができました。エアブラシを使用して塗装をします。ナイトガンダムの塗装にはこちらの塗料を使います。クレオスのミスターカラー、ラッカー系の塗料です。フルアーマーナイトガンダムの塗装にはこちらの塗料を使います。兜のバイザーと背中の天空の翼にはシルバーとメタリックブルーを混ぜたものを使います。バーサルナイトガンダムの塗装にはこちらの塗料を使います。ムーンストーンパールを初めて使いましたが、綺麗なパール塗料で気に入りました。塗装を始めます。使用しているのはクレオスのエアブラシセットです。塗装ブースはネロブースを使っています。キャラクターなのであまり金属感を出したくないと思い、下地には白サフを使用します。1回目の塗装が終わったら光沢クリアで塗膜を保護して乾燥後マスキング。2回目の塗装に入ります。 SD ガンダムは少ないパーツで構成されているため一つのパーツを複数の色で塗り分けるということが珍しくなく、マスキングと塗装を繰り返すことになります。パール塗料は下地の影響を強く受けます。今回はクールホワイトを塗装して真っ白にしておきます。2回目の塗り分けが終わりました。3回目の塗装です。マスキングテープは細かく切りながらマスキングを行います。
うまく塗り分けられたでしょうか。細かい修正は後で筆塗りで対応します。5回目の塗装です。黄色いパーツはポリキャップと同じポリエチレン製のため塗料が乗りづらいです。先にガイアマルチプライマーを塗って食いつきを良くしてからラッカー塗料で塗装します。6回目の塗装が終わりました。ラッカー塗料での塗り分けはこれで完了です。塗り分けられたパーツを眺めているだけでニヤニヤしてしまいます。バイザーなどのスリット部分を塗り分けます。ここはエナメル塗料のブラックを使って塗り分けをします。エナメル塗料をエアブラシで塗装するのは初めてです。エアブラシで塗るときにはラッカー用の薄め液を使うといいという情報があったので実践してみます。うまく塗ることができました。エナメル塗料はラッカーの塗膜を溶かさないので、エナメル溶剤を使ってエナメル塗料だけを拭き取ることができます。綿棒に溶剤を含ませて拭き取ると、溝の奥の部分だけを残して塗り分けができました。ただ完璧に拭き取ることはできず、薄く跡が残ってしまいました。中途半端なマスキングは良くないみたいです。失敗しました。メッキパーツを塗り分けるため、プライマーと光沢クリアで下地を作ろうとしたところ、メッキパーツが曇ってしまいました。慌ててクリア等を落とそうと、ラッカー塗料の薄め液につけたところ、メッキも落ちてしまいました。メッキを生かして製作したかったのですが、諦めてメッキを剥がして塗装をし直します。キッチンハイターを使って残ったメッキも落とします。きれいに落とすことができました。せっかくなので合わせ目消しもして塗装をします。こんな感じになりました。プライマーが良くなかったのか、クリアが良くなかったのか、それとも雨で湿度の高い状態で塗装していたのが良くなかったのか。メッキパーツ難しいです。楽しい墨入れの時間です。タミヤ墨入れ塗料を使います。はみ出したりしても気にせず塗っていきます。この墨入れ塗料はサラサラに薄められたエナメル塗料なので、エナメル溶剤で拭き取ることができます。墨入れはあまり失敗を気にせず完成度が上げられるので楽しいです。フェルトを使って布製のマントを作ります。説明書にマスキングテープを貼って写し取ります。これをフェルトに貼って切り取ると、フェルトのマントができました。最後にパーツのツヤを整えます。ピカピカの鎧にしたいので光沢クリアを使いますが、顔が光っているのがなんとなく嫌なので、頭部だけ半光沢のクリアを使用します。完成しました。ライトタイプです。バーサルナイトガンダム用の素体は鎧に合わせてシルバーではなくパール塗装で塗装しています。鎧を装備してみます。ナイトガンダムです。かっこいいです。フルアーマーナイトガンダムです。メッキパーツがキラキラですね。バーサルナイトガンダムです。マントもつけてみました。いい感じにできたと思います。
今回は BB 戦士のナイトガンダムを制作しました。箱の見本みたいにできているでしょうか。個人的には大好きなナイトガンダムが飾れてとても満足しています。ナイトガンダムは2012年にレジェンド BB としてより現代的なデザインでキット化されています。こちらも時々再販されていて、タイミングが合えばお店で見かけることがあると思います。かっこいいですよ。おすすめです。それから2022年に SD ガンダムワールドヒーローズシリーズで最新のナイトガンダムナイトストライクガンダムが発売しています。こちらもかっこいいキットです。それではまたお会いしましょう。小玉でした。